こんな化け物誰が乗れるんだってね。というわけでね CB750 フォア、これはね K5 シリーズのね、0からいくから6番目になるのかな。まずね乗車姿勢なんですけど、CB750 フォアは、登場当時ね本田宗一郎さんがこんな化け物誰が乗れるんだって、ね、言ったオートバイですけど、こうして今乗ってみるとすごくねもう楽、もう自然な感じ、全然普通のオートバイですねっていうぐらい何ら問題なく乗れますし、乗車姿勢的にも問題なく足つきも大丈夫かなっていう感じ。音なんですけど、このなんていうの見た目ルックス、エンジンの存在感大きいですけど、このルックスとそれからこうマフラーエキゾーストノートのこうイメージがすごくぴったしちゃうんですよ。こういう見た目のバイクだからこういう音出るよねっていう、ちょっとのぶとい音が出てね、低速は特にその辺をこう楽しめるなって思うし、今度回転数を上げてねこう街の流れに乗ってると違和感がないっていうか自然さがないっていうか、こういうエンジン回転数でこういうエンジンだからこういう音出るよねっていう感じの音です。でこうノイジーな感じでもなければ物足んないなって感じでもなくて、こういうオートバイこそこういう音であるべきだって思いますね。次に振動なんですけど、もうねウルトラスムーズ、多分この上になんか紙コップくっつけて走っても水こぼさないんじゃないかぐらいスムーズですよ。エンジン回転数ねこう下から上までずっと上げてっても途中でビリ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 っていうのもなく、もう綺麗に回っていく、で全然こう不快振動がないです。モーターとまでは言わないけど、乗っててなんだろうな、どっかこそばゆくなるとかちょっと腕しびれちゃうな、手しびれちゃうなみたいなのもなく、はい、もう振動すら心地よいみたいな、天気が良くてほんとポカポカだったら寝ちゃうかもしれないぐらいな、ぐらいシルキーに回る4気筒っていうね、そんなイメージですね。で走行振動的なものもなくて、特にこの K5 っていうのは洗練されてきて、完成度が高いですけど、そういったところもちょっと影響してるのかなって思います。次にねエンジンレスポンスなんですけど、アクセルねこうクイックに回してもちゃんとついてくるし、巡航速度からこう加速体制にブッと入ってもちゃんとエンジンしっかりついてきます。なのでレスポンスはすごく良いと思います。そもそもアメリカのねその高速道路とか日本でいうハイウェイ時代っていうのを想定して作ってあるからだと思うんですけど、ギアチェンジしないでこう加速した時のエンジンレスポンスの良さっていうのはずば抜けてると思いますね。年代的なことを考えても今のオートバイと全然遜色ない感じですよ。なのでこう普通に街もそうだし高速もそうですけど、もう特にこの CB だから不足だなっていう部分はないかなっていうふうに思います。はい、で皆さんがね気になるところかもしれないですね。僕 Z 乗りですから、はい、こうね Z 対 CB なんてね、昔からよくねこう VS な戦いになってますけど、同じ排気量、Z2 とね、Z2 とこの CB 比べてどうかっていうところなんだけど、もうキャラクターがそもそも違うっていうのがあるので、一概にどっちが優劣がつくっていうのはないと思うんですよ。ただZ の方がこうもうちょっと大柄に感じるし、見た目は安定志向だけどクイックって感じ。こっちは見た目的にも割とコンパクト、思ったよりコンパクトに作られてて、それに見合ったハンドリングっていう感じなので、どっちがいいかっていうのはねすごく難しいんですけど、ただやっぱりそうなると好みの問題になっちゃうんで、 Z がいい人は Z 行くんだろうし、いや俺は CB 好きだなって人はねこの CB 選ぶんじゃないかなと思います。
で、ちょっと気になったところはですね、僕の Z がトリプルディスクだっていうのもあるんですけど、フロントブレーキのね効き、当時としては、すごい効くブレーキ、ディスクブレーキすごいな、レーシングマシンみたいだななんてね、ことでね騒がれてたんですけど、やっぱりちょっと足りない感じがする。もうちょっと効いてくれてもいいかなっていうのはありますね。あとこう後ろのブレーキドラムなんですけど、こうドラムの効きがなんていうのかな、こう効力が立ち上がりが早いっていうのかな、もうちょっと穏やかでもいいんじゃないかって。ただそこも計算に入れて走ればどこ走ってもすごく楽しく走れると思います。切り返しも結構クイックなんでね、はい。あとフレームのねこの剛性なんですけど、その当時硬くフレーム作ろうと思ってた考えがあるんじゃないかなっていうのを想像するぐらいフレームの硬いですこれ、はい、フレーム剛性高いです。なので乗り心地とか自分の好みに合わせていくとしたら、このサスペンションの部品変えたりセッティング変えたりタイヤのエア圧で調整するみたいな、そういったことで、乗り味のね調整をするとさらに乗りやすいバイクになるんじゃないかなって思います。すごく気に入りました。欲しい。はい、というわけでねご視聴ありがとうございました。この他にもですね、この CB750 フォアのね車両紹介とかね解説っていう動画もありますんで、そちらも合わせてチェックしてみてください。